り解説。2009年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。皆さん、こんにちは。今回は2009年に日本で公開された映画ベスト10をランキング形式でお届けするわよ。あの年、たくさんの名作が公開されて、どの映画も印象深いものばかりだったの。どんな映画がトップ10にランクインしているのか、すごく楽しみよね。そうだな、2009年って本当に映画の黄金時代だったと思うぜ。アバターみたいな革新的な映画から、感動の邦画やアニメ映画まで、いろんなジャンルの映画が揃ってたから、どれも選ぶのが難しかったぜ。確かに、映画のジャンルが豊富だった年だったわよね。みんなも2009年の映画をもう一度振り返って、懐かしい気持ちになれること間違いなしよ。ああ、今回はその2009年に公開された映画の中でも、特に人気の高い名作たちを10位から1位まで発表するぜ。いろんな映画を再発見できるから、楽しみにしててくれよな。第10位。マンマ・ミーヤ。マンマミーヤは、アバの名曲がたくさん使われているミュージカル映画だな。物語の舞台はギリシャの小さな島で、母親とその娘の物語が描かれているんだ。アバの曲って、ダンシングクイーンとかのグループね。あれって、すごく盛り上がるよね。そうそう、そのアバの名曲が物語を彩るから、映画全体がすごくエネルギッシュで、見るだけで元気がもらえるんだよな。特に、マンマミーヤのタイトル曲なんて、みんなで歌いたくなるような爽快な気分になるぜ。でも、ストーリーはどうなの？ストーリーは、母親ドナが娘ソフィに父親を探しているのって言って、ソフィが結婚式を前にして父親候補の3人の男性を招待するんだよ。でも、3人ともドナとは過去に関わりがあったんだけど、彼女はどの男性がソフィの父親かわからないっていう、ちょっとドタバタな感じ。それ、面白い展開ね。そのドタバタがどんな風に進展していくの？そこがこの映画の面白いところで、父親をめぐるハプニングと、ドナとその仲間たちとの絆が描かれているんだ。そして、最終的に感動的な結末が待っているんだぜ。ストーリーももちろんだけど、音楽とダンスが映画をさらに盛り上げているから、見ているだけで楽しい気分になれるんだ。なんだか見たくなってきたわ。明るくて楽しい映画だから、元気が欲しい時にぴったりね。その通り、音楽もストーリーもバッチリだし、何度見ても飽きない映画だな。ぜひチェックしてみてくれよな。第9位。ウォーリウォーリーは、ピクサーが手掛けたアニメ映画で、環境問題をテーマにした、ちょっと切ないけど心温まる物語だよな。環境問題？どんなストーリーなの？物語は、地球がゴミだらけになって、人類が他の星に避難している未来が舞台なんだ。地球に残された唯一のロボット、ウォーリーがゴミを片付ける仕事をしているんだよ。何千年も一人ぼっちで仕事を続けているんだが、ある日、ウォーリーは宇宙船に乗ってきた探査ロボット、イブに出会うんだ。一人ぼっちでゴミを片付けているロボットが、イブという新しい仲間と出会うのね。その後、どうなるの？ウォーリーはイブに恋をして、イブが持ってきた植物の芽を見つけるんだ。その植物は、地球が再生するための兆しだったんだよ。ウォーリーは、その植物を人類がいる宇宙船に持ち帰ろうとするんだが、そこで色々な冒険が待っているんだ。なるほど、この映画、ロボットのウォーリーが主人公だけど、実は人類の未来や地球の環境について考えさせられるメッセージが込められているんだね。その通り、ウォーリーはアニメ映画だけど、非常に深いメッセージがあるんだ。無言で感情を表現するウォーリーのキャラクターが、見る人の心に響くし、イブとの関係もすごくほっこりするんだよな。本当に心温まる映画だわ。見た後に地球の未来について考えさせられるよね。映像もすごく綺麗だし。あのビジュアルの美しさも映画の魅力の一つだな。未来の地球や宇宙の描写がとにかく素晴らしいし、ウォーリーの行動からは愛と希望が感じられるんだ。第8位。2012。2012は、ディザスター映画の金字塔と言っても過言じゃないな。監督はローランド・エメリッキで、地球の終末的な大災害を描いた超大作だ。地球が大変なことになる映画よね。どんな災害が起こるの？
そうだな。この映画では地球が突然、何もかも崩壊していくんだ。大地震や津波、火山の噴火など、ありとあらゆる自然災害が一度に襲いかかって、地球規模で世界が滅びそうになるんだよ。わあ、それは怖いわね。でも、それだけの災害が起きる中で、人々はどうするの？この映画では、主人公である作家のジャクソン・ジョン・キューザックが家族と一緒に、世界が崩壊していく中で必死に生き延びようとするんだ。最終的には、世界各国がノアの箱舟のような巨大な船を建造して、人類の一部が生き延びるってストーリーだ。なるほど。そんな壮大なシナリオなんだ。でも、単なるサバイバル映画じゃないのよね？ただのサバイバル映画じゃないんだ。2012は、家族や人間関係、そして絶望的な状況の中でどう生き抜くかっていう、人間ドラマも大きなテーマになってるんだよ。大規模な災害シーンが圧倒的に印象的だけど、キャラクターの感情や絆にも焦点を当てているんだ。それなら、ただのアクション映画じゃなくて、感情移入しやすそうだわ。どうしてそんなに壮大な災害が起きるの？それは、映画の中で描かれている科学的な仮説に基づいてるんだ。地球の内部で起きた異常な現象が原因で、自然災害が次々と起こるという設定なんだよ。なるほど、科学的な裏付けがあるから、よりリアルに感じられるんだね。そうだな。リアルで迫力満点な映像とともに、絶望的な状況に直面した人々がどうやって希望を持ち続けるかが描かれているから、単なるアクション映画以上に感動的だぜ。第7位、サブウェイ123、激突。サブウェイ123激突は、地下鉄ハイジャック事件を描いたサスペンス映画だ。もともとは1974年に公開された映画、サブウェイパニックのリメイクで、現代版にアレンジされてるんだよ。ハイジャック事件が舞台なんですね。どんなストーリーなの？この映画の舞台はニューヨーク市の地下鉄で、ライダーという男が仲間と共に、ペラム123号という列車をハイジャックするんだ。彼らは、乗客19名と運転手を人質に取り、1時間内2000万ドルの身代金を要求するんだよ。それ、すごく緊迫した状況ね。でも、どんなキャラクターが登場するの？主人公は、地下鉄の運行主任であるウォルター・ガーバー、デンゼル・ワシントン。ガーバーは実は収賄容疑で降格処分を受けていたが、偶然現場にいたんだ。そして、ライダーはそのガーバーと直接交渉を始めるんだ。ライダーは冷徹な男で、ガーバーと交渉しながら人質の命を脅かすんだが、ガーバーも負けていない。なるほど。ウォルター・ガーバーが交渉役なんですね。でも、ガーバーはどうして降格されていたの？ガーバーは新車両の選定をめぐる収賄事件で降格処分を受けていたんだよ。その収賄の事実をライダーに知られてしまい、ガーバーは自ら収賄を認める羽目になるんだ。ライダーはガーバーに、お前はヒーローだと称賛しながら、自分の過去についてもほのめかすんだ。それ、すごく複雑な人間ドラマが絡んでいるのね。ライダーもただの犯人じゃなく、何か深い事情があるのかな？その通り、実はライダー、元金融ディーラーで、投資詐欺で実刑判決を受けたデニス・フォードという男だ。ライダーは、市場操作による多額の利益を狙ってこの事件を起こしたんだ。しかし、計画が次第に崩れていくんだよ。そうだったんですね。そして、事件はどんどんエスカレートしていくの？そうだな。警察が身代金を運んでいる途中で事故が起き、ライダーは激怒して人質を一人殺すんだ。その後、スナイパーの誤射でレイモスという犯人が死ぬことになるんだ。もう誰が何をしても事態が収拾つかない状況ですね。その後、ライダーは列車を暴走させて警察の目を欺くんだ。しかし、ガーバーはその隙を見て脱出し、ライダーの後を追う。そして、最終的にライダーとガーバーはマンハッタン橋で対決するんだよ。その結末はどうなるの？ライダーは最後、自らの拳銃を取り出して、ガーバーに撃たれる覚悟を決めるんだ。お前は自分のヒーローだと言いながら命を落とすんだが、ガーバーはその後、市長から収賄事件に対する支援を受けて、家族の元へ帰るんだ。とても緊張感が続く映画だったんですね。最後にはガーバーがヒーローとして称賛されるけれど、
ライダーにも複雑な背景があったわけですね。ああ、サブウェイ123激突は、サスペンスと感情が交錯する素晴らしい作品だぜ。第6位、ルーキーズ、卒業。ルーキーズ卒業は、テレビドラマ、ルーキーズの劇場版で、最終章として描かれた物語だ。これも原作が森田正則の漫画で、スポーツものの定番、熱血教師と生徒たちの絆が描かれているんだ。熱血教師が登場する映画だよね。でも、具体的にどんなストーリーだったの？物語は、2009年春の新学期、二個学野球部の面々が3年生に進級し、また新たなメンバーが加わるところから始まるんだ。新たに加わったのは、有望な選手、赤星昌司と、少し変わったヒーロー像を持つ浜中太陽。この二人が部活の中で成長し、問題を抱えながらも次第に仲間として絆を深めていくんだ。赤星と浜中の二人が、二個学の野球部に新たに加わるんですね。でも、赤星は最初から反抗的だったんでしょう？ああ、赤星はメジャーリーガーを目指しているから、高校野球の練習には興味がないんだ。でも、次第に仲間たちの情熱に触れることで心が変わっていくんだよ。そして、浜中は最初は平塚をヒーローだと思っていたけど、実際の平塚を知ることで、自分自身と向き合わせられるんだ。どんな風に心が変わったのかしら？それが、三越芝が怪我をしてしまう事件をきっかけに、みんなが一丸となって大会に臨む決意を固めるところなんだ。三越芝が硬い骨を骨折してしまうけど、彼の決意を見て、赤星や浜中も変わっていくんだ。まさに絆が生まれる瞬間だぜ。そういうきっかけで変わっていくんですね。そして、ついに予選大会が始まると、そうだ。大会が進むにつれて、チームの団結力が増していくんだ。決勝では、二個学が強敵、笹崎高校と戦うことになる。その中で、兄やが川上貞治という強力なピッチャーに挑むんだが、なかなかうまくいかないんだ。ああ、川上のフォークボールがすごくて、二個学は苦戦しそうですね。でもその中でも仲間同士の絆が力になって、最終的には二個学が勝利をつかむんだよ。そして、夢の甲子園を目指して進んでいくんだ。本当に感動的な映画だわ。部員たちの成長と絆が描かれているから、見ているこっちも一緒に成長を感じられるわよね。第5位、さまよう刃。さまよう刃は、東野圭吾の同名小説を映画化した作品で、親としての深い悲しみと怒り、そして復讐の中で揺れる正義が描かれているんだ。どんなあらすじだったの？物語は、長峰茂樹、寺尾明の一人娘、エマが何者かに誘拐され、殺されるという悲劇から始まる。警察は捜査を始めるが、なかなか犯人が見つからない。その中で、長峰の元に、エマを殺した犯人の名前を告げる匿名の電話が入るんだ。それで、長峰はどうするの？長峰は、その電話を頼りに犯人を追い詰めることを決意するんだ。そこで見つけたのが、エマを殺した二人の男、菅野海二と半崎敦也。長峰は怒りに任せて彼らを追い詰めていくんだが、ここで大きな法律の矛盾に直面する。法律の矛盾？どういうこと？そう、事件を起こした菅野は未成年ということで、少年法が適用され、極刑を求めることができないんだ。この無情な状況に長峰は悩み、さらに復讐を求めて行動を起こすんだ。でも、正義とは何かを問うテーマがここから続くんだよ。なるほど。長峰は復讐を求めているけど、法律がそれを許さないんですね。そうなんだ。映画では、長峰が復讐心に駆られながらも、自らの行動に葛藤する様子が描かれていく。さらに、長峰が警察に追われる中で、復讐の先に何が待っているのかを考えさせられるんだ。その中で、菅野を追い詰めていくんですね。ああ、最終的に長峰は菅野を追い詰め、川崎駅で彼と対決することになるんだ。その時、長峰が持っているのは銃。でも、どんな選択をするのか、それがこの映画の重要な部分だな。結局、正義って何なのか、答えが出ないまま終わるんですね。その通りだ。さまよう刃は、
復讐心と法律、正義の矛盾を描いた作品で、見る人に強い印象を残すんだ。誰が正しくて、誰が間違っているのか、最後まで考えさせられる映画だぜ。第4位、改革7号、君思う。国境の南。改革7号は、日本統治時代から続く物語が、約60年の時を超えて再び繋がるという、時間と場所を超えた愛の物語だ。あらすじを教えてくれる？物語は、1940年代、台湾の最南端にある町、広春で始まる、日本人教師の中康介が赴任し、台湾人の教え子、智子と恋に落ちる。彼らは、戦争が終わった後に駆け落ちを約束していたが、別れが訪れてしまう。中康介は日本に帰国するため、手紙を書き続けたが、送ることができずにその思いが残されることになるんだ。それから、どうなったの？そして、物語は60年後に再び動き出す。台湾に戻ったアガ・ファン・イーチェンは、夢破れふるさとの広春に帰り、郵便配達の仕事を始めるんだ。その仕事で、アガは非提出物という宛先不明の手紙を見つける。それが、60年前に書かれた恋文で、アガはその手紙を開封して、詳細を知りたくなる。すごい手紙ね。でも、日本語で書かれていたんじゃ読めなかったんですね。そうだな。アガはその手紙の中身が気になって仕方ないんだ。でも、その手紙が送られるべきだった相手を知ることができず、手紙の行方を追うことになる。そして、アガは、同じく街で行われるビーチコンサートの準備に関わることになる。コンサート？それと手紙がどう繋がっていくの？コンサートの出演者として、台湾のリゾートホテルに来るのが中康介なんだ。彼は歌手としても知られ、コンサートの計画が進行していた。でも、そのコンサートの裏で町議会議長であるコウが、自分の地域出身のメンバーでバンドを作りたいと主張し、アガを中心とした地元バンドが結成されるんだ。なるほど。バンドのメンバーはどんな人たち？メンバーはかなりバラバラで、年齢もキャリアも異なる。最初はうまくいかず、アガがそのバンドを引っ張っていくんだ。そして、アガと共にマネージメントをすることになったのが、売れない日本人モデルの智子、田中千恵だ。彼女は中国語が話せるため、自然にバンドのマネージャー役を任されるんだけど、アガとは何かと衝突するんだ。衝突しながらも少しずつ絆が深まっていくんですね。その通り、バンドのメンバーも次第にお互いを理解し、アガと智子も衝突を乗り越えて、協力し合うようになるんだ。そして、最終的にはビーチコンサートが成功し、アガと智子は成長していく。でも、恋文の行方はどうなるか。その恋文はどうなるの？アガは、恋文が無事に届くことを願いながら、最終的にはそれが届くべき場所にたどり着くんだ。この映画は、時間と国境を越えて、人々の思いが繋がる大切さを描いているんだよ。すごく心温まる映画だわ。時間を超えて繋がる思いって、すごく感動的ね。そうだぜ。海角7号君思う。国境の南は、手紙、音楽、そして人々の絆をテーマにした映画だから、見ると心が温かくなること間違いなしだよ。第3位、スター・トレック。スター・トレックは、SF 映画の金字塔として知られるシリーズの最新作で、もともとは1960年代に放送されたテレビシリーズが原作なんだ。でも、この映画はオリジナルのシリーズをリブートした作品なんだよ。リブートってどういうこと？リブートというのは、既存の物語やキャラクターを新たに作り直すことなんだ。この映画では、オリジナルのキャラクターたちを若い俳優たちが演じるんだよ。そして、時間軸を少し変更して、キャラクターたちが最初に出会うシーンから描かれているんだ。なるほど。キャラクターたちが初めて出会うところから物語がスタートするんですね。でも、ストーリーはどうなってるの？物語は、若き日のカーク・クリス・パインが、宇宙船エンタープライズの艦長としてのキャリアをスタートさせるところから始まる。彼は、初めてエンタープライズ号に乗り込むことになり、様々な仲間たちと共に壮大な冒険に出るんだ。その中で、ロミョランという敵が現れて、彼らの前に立ちはだかるんだよ。ロミョランって、
どんな敵なの？ロミュランは、強大な力を持つ敵で、彼らは未来から過去に来てしまったんだ。そのため、時間軸を操る力を持っていて、カークたちと激しい戦いを繰り広げるんだ。最初は未来のカークが持っていた能力や情報を使って立ち向かうんだけど、やがてみんなが力を合わせて戦うことになるんだよ。やっぱり、みんなの力を合わせるところが見どころなんですね。でも、この映画のどこが特に魅力的なの？スタートレックの魅力は、やっぱりキャラクターたちの個性が引き立っているところだな。カークのリーダーシップ、スポック、ザカリー・クイントの冷徹な論理、マッコイ、カール・アーバンの情熱的な性格、それぞれのキャラクターが絡み合って、映画全体が非常にダイナミックなんだ。それに、映像もすごく迫力がありそうね。そうだぜ。映画では、壮大な宇宙戦闘シーンやエンタープライズ号の内部、惑星の描写など、視覚的にも楽しませてくれるんだ。最新技術を駆使して、SF 映画としての迫力がすごいんだよ。宇宙の広がりを感じる映画なんですね。それにキャラクター同士の関係も深く描かれているから、物語にも引き込まれるんだわ。まさにその通りだ。スタートレックは、ただの SF 映画じゃなく、キャラクター同士の絆や成長も描かれているから、見た後に心に残るんだ。私も見てみたいわ。あの名作がどんな風にリブートされているのか、すごく気になる。第2、グラン・トリノ。グラントリノは、イーストウッドの演技と監督としての才能が光る作品だ。物語は、退役軍人であるウォルト・イーストウッドが主人公なんだ。ウォルトって、どんな人物なの？ウォルトは、非常に偏屈で孤独な老人なんだ。彼はベトナム戦争の退役軍人で、周囲に対してかなり冷たく、不愛想な性格をしているんだ。特に、移民が多く住む近所に住んでいて、彼のアジア系の人々が多いけど、ウォルトは彼らを偏見の目で見ているんだよ。そんなウォルトが、どうして物語の中で変わっていくの？物語が進む中で、ウォルトは隣人の少年タオ、クリストファー・カバルリと関わりを持つようになるんだ。タオはギャングに脅されていたが、ウォルトは彼に助けを差し伸べ、少しずつ友情が芽生えていくんだ。ウォルトがタオと出会うことで、少しずつ変わり始めるんですね。でも、どうしてウォルトはタオを助けるようになったの？それがウォルトの過去に関係しているんだ。彼はかつて戦争で多くの人を殺してしまった過去を抱えており、そのことに悩んでいた。タオとの関わりを通じて、彼は自分の過去を乗り越え、償いの気持ちが生まれるんだ。そうなんですね。でも、この映画の最後がすごく衝撃的だって聞きました。物語はウォルトが自分の償いとして、最後にタオを守るために自ら命を投げ出すという壮絶な結末を迎えるんだ。ウォルトは自分の過去に向き合い、最後に本当の意味で英雄になったんだよ。その決断が、彼を本当の意味で救うんですね。そうだな。グラントリノは、単なる人間ドラマにとどまらず、社会的なテーマも深く掘り下げているんだ。ウォルトがいかにして自分の偏見を克服し、人々との絆を深めていくかが描かれていて、見る人に大きな影響を与える映画だ。その人間的な成長が描かれているところが、この映画の魅力ですね。まさにその通り。グラントリノは、過去と向き合うこと、他者を理解すること、そして最終的に自分の行動で何かを成し遂げることの大切さを教えてくれる作品だぜ。第1、アバター。アバターは、ジェームズ・キャメロン監督の壮大な SF 映画で、まさに映画の歴史を変えた作品だよ。特に 3D 映像を駆使した映像美は圧倒的だった。あの美しいパンドラの世界、どんな場所だったの？パンドラは、地球から遠く離れた星で、豊かな自然と奇妙で美しい生態系を持つ場所だ。映画では、この星に住むナビという青い肌のヒューマノイド生物が登場するんだ。彼らは自然と調和して生きているが、人間の器量がその資源を盗もうとしているんだ。人間が資源を奪おうとするって、やっぱり現実でもよくある問題だわよね。でも、物語の中心になるキャラクターは誰？主人公はジェイク・サリー・サム・ワーシントンという元海兵隊員だ。彼は事故で足を失い、代わりにパンドラに派遣されることになり、
ナビの体を持つアバターとして、彼らの社会に潜入することになるんだ。アバターって、ナビの体に意識を移すってことよね。それでジェイクはナビとして生活するんですね。その通り、ジェイクは最初、ナビの文化や生き方に対して無関心だったが、次第にナビの人々との絆が深まっていくんだ。特に、ネイテリ・ゾーイ・サルダナというナビの女性との出会いが、彼の心を変えていくんだよ。ジェイクがナビの社会で学んでいく過程が描かれていくのね。でも、物語はどう展開していくの？映画の中で、ジェイクはナビの世界に深く入り込み、彼らの文化や自然の力を理解していく。そして、最終的には彼が人間とナビの対立を解決するために立ち上がることになる。パンドラの自然とナビの文化を守るため、彼は命を懸けて戦うんだ。それってすごく感動的な展開ね。ジェイクがどちらの側にも属さず、どちらのためにも戦うって、すごい勇気がいるわ。そうだな。アバターの魅力は、映像の美しさだけじゃなく、ジェイクが直面する道徳的なジレンマや、自然と人間の関係に対する深いメッセージがあるところだ。環境問題や、他者との共存について強いメッセージを送っているんだよ。環境や人間の本質に迫るテーマもある映画なんですね。でも、映像の美しさも本当に圧巻だったわ。ああ、特にパンドラの自然や生物たちは、見たこともないような美しさで描かれている。映画の視覚的な革新性もすごく、見る人を完全にその世界に引き込む力があるんだ。アバターは、ただのエンターテインメントじゃなくて、深いメッセージも込められている映画だったのね。総評またはまとめ。さて、今回は2009年に公開された映画ベスト10を紹介してきましたが、いかがでしたか？どの映画もそれぞれに魅力があって、見る人に強い印象を残す作品ばかりだったな。アバターのような壮大な SF から、グラントリノのような深い人間ドラマまで、ジャンルも様々だったけど、共通して言えるのはどの映画も心に残るメッセージがあったってことだぜ。確かに、それぞれの映画が、ただのエンターテインメントにとどまらず、何か大切なことを伝えようとしていたわよね。その通り、映画って、ただ楽しむだけじゃなく、見た後に考えさせられることがあるからこそ、素晴らしいんだよ。それぞれがどこかで観客に深く訴えかける力を持っているんだ。どれも見る価値がある映画だったし、どの作品も心を動かされる部分があったわね。だからこそ、こうして振り返ると、映画の持つ力ってすごいなと改めて感じるな。皆さんもぜひ、まだ見ていない作品をチェックして、映画の力を感じてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。